こんちはポンポンということで今日も程度分析できたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、調子によってどれぐらい乗るか変わっていくのかということで、イーフト26になってからね、まだ調子についての検証やってなかったので、ここについて今日はやっていきたいなと思います。実際皆さんどうですかね。試合中使ってる時とか、試合開始時に調子見てですね、不調だったらとか、もしくはベンチの選手で絶好調がいたらね、交代したりとかね、することも多いかなと思うんですけども、じゃあ実際どれぐらいね、乗る変わってんのかとか、その辺をね、今日は見ていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法は今までと同じような形になっていきます。ピッチのね、端っこから走り始めていきます。iPad に動きを記録させた状態で、ペナに入った瞬間ですね、ここが0秒という形にして、そこから反対側のペナのところにですね、選手の丸の部分が重なるタイミングでゴールとさせていただきます。1秒間60個まで測定をしていきます。このタイムがですね、調子によってどう変わっていくのか、これを見ていきたいなと思います。使っていく選手はデンベレを使っていきます。ドリブル、スピード、瞬発、全部85の状態にしたところでですね、調子別でですね測定をしていきたいなと思います。まずは通常のところをね確認しておきたいなと思います。以前もね検証はしてはいるんですけど、あとベリンガムでもね同じ数値でもやってるんですけど、こんな形になってますよというところで、57コマとかそれぐらいでしたね。4秒57コマ、これが基準となっていきますよというところで、前回検証した時はね58も出てたと思うんですけど、その時の検証のブレっていうのは多少あるので、前後12コマぐらいはねあるのかなと思った上で見ていただけたらなと思います。まずは絶不調から見ていきましょう。絶不調だとさすがにね試合出さないことのが多いかなと思うんですが、5秒10コマですね、相当遅くなってますね。見ててもなんかもたついてる感はあるかなというところですね。はい、次です。調子不調になっていきます。不調だとねギリ出したりすることもあるかなと思うんですが、5秒5コマ結構遅くなってますね。数値で言うと結構遅いのかな。5秒5コマ6コマになってましたけども、はいというところでした。じゃあ次ですね、好調ですね。好調だとねサブにいても好調なら後でいいかみたいな感じで出さないこともいいかなと思うんですが、はいということでかなりでもだいぶ早くはなっているか。3コマそうですね早くはなってますね。じゃあ最後絶好調ですね。絶好調だと出すこと多い気もしますけど、はい4秒52コマ早くはなってますね。確かにね。はいというところでした。じゃあこれをですねまでの検証のね表にちょっとまとめてみました。こうなりました。はいというところで、調子普通がここですね。そこに対して絶不調不調こう結構下がってますね。こう見るとね。で好調絶好調というような形になってましたね。絶不調に関しては10までいかない、9、8ぐらいの下がり幅なのかな。で不調に関してもここも結構下がってますね。6ぐらいは下がってるっていう話になってきますね。そして好調絶好調に関しては1とか2とかそれぐらいのレベルなんですね。なので調子好調とか絶好調って、選手の能力にはもちろんよりますが、これぐらいだったら別に無理して出さなくてもいいのかなって気はしますね。例えば僕は今ノイアーとかゴールキーパー使ってますけど、サブに例えばシュマイケルがいて、シュマイケルが絶好調だからノイアーと変えちゃうみたいなのはやっぱしなくていいのかなって感じはしましたね。求める役割が全然違うので、そう考えると自分のねその攻めのスタイルとかを変えてまでベンチの選手を出す必要が、絶好調だからといってね出す必要があるのかっていうところはあるかもしれません。同じようなね役割の選手がベンチにいて、そのベンチの選手が絶好調だったら出す、これは全然いいかなと思うんですけど、そんなところなのかなっていう気はしますかね。で表に一応ね数字でまとめておくとこんな感じ。はいというところで絶不調で言うとマイナス9、マイナス8、9とかね、不調で言うとマイナス6で、好調で1プラス1とかになってくるっていうところになっていきました。これ結構ね参考になるんじゃないかなと思います。で実際目で見てねどれぐらい違うのかもちょっと見とくんですけど、順番に調子別に並べておきました。見ていくとこんな感じですね。確かにこう見るとね意外にこれぐらいの差なのかとも思う気もしますが、ゴールのラインとかをね揃えてみちゃうとこんな感じですね。こう見ると離れてるか。さっきの表みたいにですね調子普通からの好調絶好調はちょっとした差ではあるかなっていうところに対して、不調絶不調に関してはちょっと大きく離れてるなっていう感じはしますね。なのでこの辺は結構不調だともうちょっと出しにくいですね。これ見ちゃうとね、そんな感じはしてますね。はいというところで目でも見えてきたんで、今日は結論です。調子不調以下は交代、
調子好調以上は無理して出さなくてもいいかもとします。はい、というところでね、いろいろ見ていただきました。意外にね、不調がだいぶ下がっていくっていうところと、好調と絶好調のね、威力っていうのがまあまあだったというところもね、1とか2点、大事は大事なんですけど、思ったよりっていうところなのかなと思いましてね、プレイスタイルとか変えてまで交代すべき感じではないのかなとは思いましたね。あとはですね、これ気がついてる方もいるかなと思うんですけど、今回デンベレ総合値91の状態で測定をしてます。ただ、総合値によってですね、この伸び幅という部分は変わってくるっていうのは以前の検証でもね分かっている部分であります。でこの総合値っていうのもですね、登録ポジションの総合値が影響してくるというところですかね。なので実は狙い目なのがゴールキーパー登録のフォワードの選手とかたまに出てくるじゃない。ああいう選手は調子で結構爆伸びしたりするっていうのも押さえておくといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。使い方によってどうですかね。不調でもスーパーサブついてたらとか、後半最後しか使わないんだったら、不調でもプレイスタイルとかね、ここにどうしても2列目を使いたいとかだったら最後使ってもとかね、いいのかもしれませんね。チームの流れを変えるという意味ではそういった方法もありなのかなとは思いましたね。のでこの辺はね、ぜひ参考にしてみてくださいというところで、この動画良かった、参考になって面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで最後ね、雑談して終わりたいなと思います。はい、ここから雑談になっていきます。またちょっとね、総合値低い選手たちの検証またちょっとやっていこうかなとは思います。調子についての上昇値とか減少値っていうのも EF とハブを見る限りで言うと、数値によって上がり幅が違う。ドリブルはこれぐらい上がるけどスピードはこれぐらい上がるとか、そういったところがあったりするので、その辺はどうだろうな。その辺もちょっと見比べていきたいなとは思いますが、一応使用感に直結する部分とかで考えるとね、ドリブルのところのが大きいかなと思ったんで、今日はドリブルをやりましたというところです。またね、いろいろ検証やっていきたいなと思いますので、要望があったらね、ぜひ教えてくださいということで、今日はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。